皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast から設定で出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。はい、皆さんこんにちは。お元気でしたか？私の方は最近花粉症の話しかしていませんが、相変わらず目がかゆくて大変です。昨日高校生の息子がくしゃみを連発していて、くしゃみっていうのはくしんってやつですね。で、連発っていうのは連続して出すっていうことです。で、彼も多分花粉症なんです。それなのにマスクをしないで学校に行ってるんです。もしかしてマスクをしたら負けって思ってるのかなってちょっと私は思っているくらいなんですけど、息子が高校に入学した時、2年前なんですが、コロナが落ち着いたからマスクをしなくても良くなったのに、みんなしてると。俺はたとえ一人でもマスクはしないって言って、マスクをしないで学校に行っていました。で、最初は本当に息子ともう一人ぐらいしかマスクをしていなかった子がいなかったそうです。だからね、マスクを外すってことが勇気がいることだったんです。それまでコロナが始まってから3年間、学校でも職場でもマスクをしなくちゃいけなかったんです。だから3年間、みんなね、マスクをして過ごしていたわけです。マスクの便利なところは顔を隠せるところです。あと、していない時より多分綺麗に見えるところですね。隠しているので想像の余地がありますからね。で、だいたい想像は綺麗な方を想像するみたいですね。それで、中高生とかでは、今でもマスクを外せない感じになっている子たちも多いそうです。マスクを外すことに、つまり顔を全部見せることに心理的な抵抗を感じてしまうっていうことだそうです。私自身もずっとマスクをしていた後では、ちょっとそういう感じがありました。コロナの後では。でもある時、マスクをすることによって顔の皮膚が擦れてシワが増えるって聞いたんです。そしたらパッと外せました。ただもうこの年の私ですら、ちょっとマスク外すの嫌だなって思ってたぐらいだったので、ましてや若い子がね、マスクに慣れちゃうと外すのは大変かもしれないってちょっと思いました。ちょうど人にどう見られるかがとても気になる年頃ですからね。そんなわけで、マスクをしている子が、今も多いようです。ただ、今は本当に花粉症がね、大変なんで、息子もマスクをすればいいのにって思いながら、昨日は花粉症の薬を分けてあげました。花粉症についてはエピソード11で話しているので、ぜひ聞いてみてください。その花粉症について話すにあたっていろいろ調べて、花粉症は結局人為的なものなんだって分かって、日本人の自業自得というか、なんかちょっと嫌な気分になりました。人為的というのは、自然のままではなく、人が手を加えるとか、人がやることです。そして自業自得というのは、自分がやったことが自分に返ってくるという意味で悪いことに使います。はい。ということで、花粉症真っ盛りの今、外に全く出たくないのですが、日本には桜の季節が、やってきます。
ここももうあと1週間で桜が咲きます。なので今日は桜というタイトルでお話ししたいと思います。このエピソードがアップされるのは3月20日、20日なんですが、2025年の今年は、来週の頭ぐらいから、九州といって日本の南の方ですね。そのあたりから桜が咲き始めるようです。で、それがだんだん北に上がってきます。北上してきます。で、私が住んでいるところは、富士山のあたり、山梨県なんですが、このあたりは3月26日が開花予想日です。開花っていうのは花が咲き始める時で、満開の予想は4月1日です。満開っていうのはね、もう一番花が綺麗な時という意味ですね。で、その4月1日とかの日付ってどうやって決めるのって思ったかもしれません。これはそれぞれの地域に基準となる桜の木があって、毎年その桜の木を観察して、見ていてですね、それでこの日付だって予測するんだそうです。山梨の場合はどこなんだろうと思って調べてみたら、甲府市にある甲府地方気象台というところの庭の桜の木だそうです。気象というのは天気というような意味ですが、天気よりもっと広い意味を持つと思います。で、例えば異常気象といえば普通ではありえない天気のことです。暑すぎるとか寒すぎるとかですね。で、日々の気温の変化とか風とかそういうものをチェックしているのが気象台です。気象台は日本全国にあります。気象台は天気の予報以外に自然災害、つまり地震とか大雨とかそういうのもチェックしています。そしてもし大雨が降って川が溢れそうなどということがあったりしたら、それを観察しながらどの範囲の人にどのような避難指示を出すかを決めたりもします。で、山梨県にある気象台が甲府地方気象台です。で、そこの庭に桜が何本もあるみたいなんですけど、その中の一本をこれって決めて、で、その木の桜の花をですね、観察していつというのを決めているんだそうです。で、そういう基準になる木を標本木というそうです。これは全く覚える必要のない言葉です。私も今回調べるまでこの言葉知りませんでした。でもこの桜の標本木、全国に58本あるそうですよ。だからこそ全国のいろんな地域で桜の開花予想っていうのが出せるんだなって知ってちょっとね面白かったです。で、気象台が桜の咲き具合のチェックもしているんですけど、ということはつまり天気予報と一緒に、桜の予想も出ることになります。なので今の季節は天気のニュースの時に桜がいつ頃咲きますなんていうニュースも流します。それだけみんなが桜が咲くのを楽しみにしているということですね。で、ただですね、私は今までは開花予想とか満開予想をあまり気にしていませんでした。わざわざ見に行ったりはしていなくて、私の行動範囲ぐらいで見える桜を楽しんでいたからです。桜の木ってなんか面白いんですよ。咲くまでそれが桜の木って気づかなかったりするんです。緑の葉っぱの時は、ただのね、木だし、冬は葉っぱが全部落ちちゃうんで、ただの枯れた木みたいに見えるんですね。それが桜の季節になると、その枯れていたような木がね、木の枝に白っぽい花が咲き始めます。で、その白いものが増えるにつれて、
今まで気にも留めていなかった木が急に存在感を持つようになるんです。存在感っていうのは物とか人とかがそこにあるなって思う感覚です。なんで、存在感がある人といえばそこにその人がいるってことにみんながね気づくような人で、存在感がない人っていうのは例えば静かすぎてそこにいることにみんなが気づかないような人のことです。で、桜が存在感を持つ話に戻りますと、私がいつも車で通るうちのそばから少し大きい通りに出る道があります。まあ大きいっつってもね小さいんですけど、そこがねちょっと坂になってるんです。でその坂をこうグッて上がると少し大きい通りに出るんですけど、上がるとその道に古い桜の木が見えるんです。だからなんていうか、その坂を上がるとまず目に入るのがその桜の木なんですね。で左右を確認して道に入るわけなんですけど、その左右を確認するのに左側を見るともう一本別の桜の木が、多分誰かの人のお家の庭なんですけど、そこの塀ですね、家の塀からこう桜がこう出てるんですね。でそれがいつも通る道なんで必ず目に入るんです。で桜の季節になるとだんだんその木に白い部分が増えていくんですよ。もうね毎日結構それを見るのが楽しいです。今はね全く出てないんです。これが1週間後に全部出るなんて、全部じゃないですね。1週間後ぐらいから咲き始める予想なので、急に咲き出すっていう感じなんですよね。で、桜の木を見ていつも楽しんでます。で、桜って花のね、一つ一つを見るとピンクっぽい感じなんですけど、満開の時は私にはどちらかというと白に見えます。満開っていうのは花が一番咲いている時のことです。なので桜が満開といえばその桜が一番綺麗な時です。で、満開という言葉は桜とよく一緒に使われるので、今の季節覚えておいて損はない言葉です。で、その満開の時は桜が白く見えます。で、その白の中に幹や枝の黒が見えます。そう、なんとなくその幹や枝が茶色っていうよりね、ちょっと黒っぽいんですね。で、その白と黒のコントラストがすごく綺麗なんです。で、ただどうしてもこう桜の満開な時って綺麗って終わらないで少しだけ寂しい気持ちになるんです。例えばですね、バラを見た時すごく綺麗なバラがたくさん咲いていたら、ただ純粋に感動すると思うんですね。でも寂しくはならない気がします。でも桜はどうもその感動の中に感傷的といって悲しいような気持ちがちょっと入ってくる気がするんです。感傷的っていうのはこう心がね、感動的と同じように心が動くんですけど、ちょっとこう悲しいとか泣きたいような気持ちですね。で、どうして感傷的になるかっていうことなんですけど、まず一番の理由はすぐ散ってしまうということかと思います。満開になってから1週間経つとですね、さっき言ったように白に黒っていう素敵な感じがだいぶなくなって葉っぱが出てきちゃっています。桜は満開の後は葉桜という状態になります。葉っぱの桜と書いて葉桜です。桜はこう花が咲いている時から緑の葉っぱが出てこようって準備してるんですよ。それで、桜が咲いているうちからこう緑の葉っぱが出始めます。で、その桜の花と緑の葉っぱが同時にある状態が葉桜です。
ただ、緑ってやっぱり色が強いので、緑が出始めると、緑がね、勝つんですよ。緑の存在感の方が強いんですよ。なので、桜の花で風景が白いみたいな状態は本当に短い間なわけです。その桜を見ながら感じてしまうんですよ。ああ、もう終わっちゃうって。いつ満開になるかなって満開を楽しみにしているのに、満開になったらすぐ散っちゃう。で、それが桜の花を見た時に感傷的になる理由の一つ目かなと思います。で、もう一つ感傷的になる理由は、桜の咲くこの春という季節が関係していると思います。春は日本では新しい年度が始まる時期です。例えば2025年度というのは2025年4月1日から始まります。2025年はもちろん2025年1月1日から始まるんですけど、2025年度っていうと4月からなんです。この度がつくかつかないかで大違いですよね。ちょっとややこしいですね。市役所とか会社とか学校とかみんな4月1日から始まります。これが1月1日から始まるんだったら1年の始まりがカレンダーとずれなくてわかりやすいんですけどね。で、4月から始まるということは3月に終わります。なので3月には卒業式があるし、定年退職する場合も3月の終わりに退職することになります。定年退職というのは、例えば日本の会社だと、今は60歳か65歳の会社が多いらしいですが、その年になったから会社を辞めるっていうことですね。あと、部署の異動といって、例えばコールセンターで働いていた人が同じ会社の製造部に行ったとします。そういうのを異動って言うんですが、異動も3月末が多いです。この部署の異動っていう時の移動は、漢字が、異なるに動くと書きます。東京から大阪に電車で移動するの移動とは違う漢字なので、ちょっと気をつけてみてください。卒業、退職、移動。これに共通することといったら別れですね。今までいたところから別のところに行くことになるので、別れを経験することになります。つまり3月は別れの季節なんです。その3月に桜が咲くので、別れというイメージと結びついて感傷的になる気もします。とはいえね、3月に咲く花って他にもありそうじゃないですか。で、実際調べてみたら、桜より前から日本にある梅とかね、桃とか、チューリップとかね、3月に咲く花は本当にいっぱいあります。なのになぜ桜だけ別れと結びつくのか。それは桜がどこの学校の校庭にも植えられているからです。よほど都会にあって、庭がない学校なら植えられていない可能性もありますが、多分本当にほとんどの学校に植えられていると思います。私の行った学校全部、小中高、それから大学、全部に桜の木が植えてありました。大学は広いので、桜の木だけじゃなくていろんな木が植えられていると思うんですけど、特に小中高はメインの木は桜でした。で、私の子供たちが行った、小学校、中学校、高校、これも全部桜が植えられています。だから卒業式とか入学式に桜が咲いていたりするわけです。とはいえ、実はですね、今年の山梨もそうなんですけど、
卒業式とか入学式には実際は桜が咲いていないことも多いです。今回開花予想が3月26なんですが、多分卒業式はだいたいあらかた終わってるかなと思います。で、入学式は4月6日前後なので、その頃にはどうかな、だいぶ葉桜に近づいてきてるかなと思います。と書いていて思ったんですけど、もしかして昔は違ったんだろうかと思って、ちょっと気象庁のサイトを見てみました。気象庁っていうのは国として気象を観察していたりするところですね。で、今の日本というか、江戸時代以降の日本の中心は東京です。文化も経済も東京が中心です。だから卒業とか入学に桜が関係するっていう文化はやっぱり東京がそうなんだと思うんですよね。なので、東京の桜の開花のデータを見てみました。で、1953年から桜の開花日のデータがあったんで見てみたら、まあ大体は3月20日過ぎぐらいが開花なんですけど、1960年代は4月に開花していた年が6回もあって、で、4月の一番遅い開花日は4月7日でした。で、4月7日だと、まあ多分大体入学式があるあたりです。だからまさに、まあ卒業式か入学式に重なる時期に桜が咲いていたんですね。まあ今は入学式まで桜が持たない気もするんですけどね。たとえね、卒業式と重ならないとしても、私が今まで参加した卒業式では、校長先生や生徒のスピーチが、校庭の桜のつぼみが膨らみ始め、というような表現で始まるのを何回も何回も聞きました。つぼみというのは花のまだ開いていないもののことです。あ、これもうすぐ咲くなっていう状態の花があるじゃないですか。ちょっと膨らんだ感じの。それがつぼみです。で、日本の正式な場でのスピーチは、こういう季節のことから入るのがほとんどなんです。で、そのフレーズとして、まあ卒業式とかでは、校庭の桜のつぼみが膨らみ始めは、まあ多分特に関東ではお決まりのフレーズじゃないかなと思います。つぼみが膨らむっていうのは、これから咲くっていう未来が予想できる状態。だからまあおめでたい状態でもあって、卒業にぴったりだと思うんですね。でももしね、散っちゃった後だったら、散っちゃった後っていうのは、まあ入学式になってくると思うんですけど、散っちゃうと桜について話すのは難しいかなと思ったら、ネットにある小学校の校長先生の入学式のスピーチが載っていました。その最初の部分だけちょっと読みますね。いつもより早く咲いた桜の花は随分散ってしまいましたが、学校の周りの木々は新しい葉っぱを芽吹かせ、キラキラ輝き、眩しいばかりです。1年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。で、この後にそのスピーチの内容がね、続きます。学校で頑張ってくださいねっていう内容ですね。だから、たとえ散っていても桜に言及する。なんかね、そういうことって多分多いと思うんです。だから、すごいね、面白いなって思いました。で、こんな感じでですね、3月、4月はもちろん春なんで、いろんな花は咲くんですけど、卒業式や入学式で、スピーチで言及されるのが桜なんです。入学式の方は出会いの場になってくるわけですけど、その前には必ず、別れがあるので、まあ桜というと別れと結びついている花という気がします。それでどうも感傷的になりがちなんじゃないかなっていう感じですね。それでなのか、
桜が出てくるような歌には、ちょっとした別れっていうのがね、入ってくる気がします。この前、卒業式の歌をポッドキャストで紹介したとき、7曲紹介しました。もうね、どれもね、本当に聞くとね、うっかり涙が出そうないい曲ばっかりなんでね、皆さんぜひ聴いてみてください。で、そのエピソードで一番最後、お別れの挨拶の時に、森山直太朗の桜という曲を流しました。タイトルがね、そのまま桜なんですが、サビの部分の歌詞をちょっと読みますね。サビっていうのはその歌の一番いいところです。あの歌ねってみんながわかる部分がだいたいサビです。こんな感じです。桜、桜、今咲き誇る。刹那に散りゆく定めとして。さらば友よ、旅立ちの時。変わらないその思いを、今。これ歌詞がいいっていうより、もうメロディーが本当に素晴らしいんで、ぜひ、リンク貼っとくのでね、聞いてくださいね。で、この咲き誇るは、誇りを持って咲くというような意味で、もう満開の時ですね。もう自信たっぷりに咲いているような一番綺麗な時です。で、刹那にはすぐにという意味です。で、ここではこの普段運命と読む漢字を定めと読ませていますが、定めっていうのは、自分の意思を超えた何かの力ですね。どっちかっつったら生まれる前からそうなってるって決まってるような、そんなような方向に行くっていう力というような意味ですね。で、普通は多分こう書いてあったら運命と読みます。でも詩とか歌詞だと定めと読ませることもあります。で、つまりこの歌詞は桜自身がね、すぐ散るって自分で分かってるから、だからこそ今すごい勢いですごく誇りを持って咲いているというような意味でしょうかね。で、さっきの歌詞の最後にさらば友よ、旅立ちの時っていうのがあります。さらばはさようならという意味なので、友よですからね、お友達にさようならっていうのは、卒業かなって思うんですよね。だから桜って満開の時でもそこにもうすぐ散っちゃうとか、別れとかちょっと感傷的な意味が追加されるというのが今回のお話でした。他にも、桜が出てくる歌のリンクをいくつか有名なところを貼っておきます。結構好きな人が多いと思います。ぜひよかったら聞いてみてください。卒業のエピソードもね、本当にいい曲ばっかりなので、そっちは実際に曲を流しているので、ぜひぜひ聴いてみてください。では、最後に一つ宣伝です。皆さん、日本語の発音を良くしたいって思っていたりしませんか？そんな方のためにサブスクのコースを作っています。発音、リズム、ピッチアクセント、あとはイントネーションについて学んで、それを実際に自分が話すときに応用していこうっていうコースです。だからそういうことを勉強できるのはもちろんなんですけど、一番いいのは発音チャレンジというプロナンシエーションチャレンジだと思います。で、これに参加してもらえると皆さんがそこで録音をしてね、アップしてもらうんですけど、その皆さんの発音のここがこうなってるからこう直すともっといいですよっていうアドバイスを私が一人一人の録音に対してします。そのサブスクのコースに入ればそれに参加できるので、ぜひ入ってみてください。リンクを概要欄に貼っておきますね。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。